皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネルニューの競馬場です。今回は6月1日土曜日、京都競馬場で行われる鳴尾記念の馬券予想を公開いたします。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ニューの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭をご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年6月1日土曜日、京都競馬場で行われる鳴尾記念 G3 の予想になります。それでは予想に移りましょう。今回予想するレースは京都競馬場11レース芝 2000m 鳴尾記念 G3 です。このレースは阪神で行われることが多いけど、今回は1990年以来の24年ぶりの京都開催になります。なのであまり過去のデータは当てにならないですね。京都芝 2000m のデータをもとに考えていきます。このレースは逃げや先行馬に有利なレースです。天気が微妙だけど両馬場想定で予想していきます。そしてこれが出走馬の期待値グラフになります。1着ゾーンを超えてる子がたくさんいてレベルはだいぶ高いですね。もうちょっと下を見てみます。パッと見だと2走前に結構集中してるけど前走で差が出てきている感じ。前走で上昇している子は少なくてほとんどの子が下降してますね。一番下まで見てみます。こんなに下にも何頭買いました。これは鳳凰アマゾン、空手、バビットの3頭です。この3頭はこの時点で消しでいきます。それではここから今回で1着ゾーンに届いてきそうな子だけに絞って推奨候補の子だけにしたいと思います。はい、これで推奨候補として6頭にしてもらいました。それではここから鳴尾記念の予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はディープモンスターになります。この馬は金2走で1着ゾーンを超えており、その2走ともこのメンバーの中で期待値がトップです。しかもその2走は今回と同じ距離でのものです。前走に関しては今回と同舞台の京都芝 2000m 戦でのものです。3走前はだいぶ落としていますが、天皇賞春の 3200m だったので距離が長かったと思われます。血統的にもディープインパクト3区でこの京都芝 2000m の成績は勝率 15.2%、連帯率 30.8%、副勝率 42.7% で種牡馬としてはトップの成績です。騎手は浜中騎手で京都は得意舞台です。今年の京都芝 2000m の成績は1014で勝率 16.7%、副勝率 33.3% です。そして1勝している馬がこのディープモンスターになります。先行できる客室も合っていますし、斤量も前走から 1kg 減りますので、その点も含めてここはこのディープモンスターが二重丸評価になります。次に丸評価はロードデルレイになります。この馬は4走すべて1着ゾーンを超えており、能力はかなり高いことがわかります。金2走は同距離を経験できており、2連勝中でかなり勢いもありますし、この距離への不安もありません。そして騎手が川田騎手になります。この川田騎手はこの京都芝 2000m の成績がかなり高く、1442で勝率 50%、連帯率 70%、副勝率 90% ですごい成績です。不安点としては今回が初の京都という点でしょうか。マイナス要素もほとんど見当たりませんのでかなり有力だと思いますが、他の馬もレベルは高く、金2走ではディープモンスターよりは下を推移してますので、ここは丸評価としました。次に黒三角評価は山人サンバになります。この馬も先ほどのロードデルレイと同様に金4走すべて1着ゾーンを超えています。
能力はかなり高いですし、前走は今回と同舞台で1着ゾーンを超えていますので、そこは高く評価できます。ただ今回は約半年ぶりのレースになりますし、休み明けの成績もあまり良くありません。その点は不安点としてありますが、期待値の推移はかなり高い位置ですし、普段の能力を出せれば十分上位可能だと思いますので、ここは黒三角評価としました。抑え評価は、日本ピロキーフとエアサージになります。日本ピロキーフは、4走前と前走で1着ゾーンを超えており、その時は 1800m と 1600m 線でのものです。落としている2走はいずれも 2000m でのものなので、今回の距離は少し長い可能性はあります。それでも期待値は上昇傾向にありますし、今回騎乗する田口騎手が、この京都芝 2000m の成績が良く、33214で、勝率 13.6%、連帯率 27.3%、副勝率 36.4% と、好成績です。この日本ピロキーフとの相性もいいので期待はできます。距離延長とレース間隔の不安はありますが、期待値も高いですし、ここは抑え評価としました。もう一頭のエアサージは、ここ4走は期待値が下降傾向にあり、あまり評価できません。ただこの4走の中で一番高い期待値だったのは、今回と同舞台の4走前の時が一番高い期待値をマークしています。なので今回の舞台適性は高いことがわかります。2走前も同舞台でしたが1着ゾーンよりは下にはいますが、1着ゾーンの手前まで来ています。今回出走するメンバーは、あまり前に行く馬が少なく、中段や後方で控える馬が多い印象です。このエアサージは、逃げか2番手で競馬をするタイプの馬で、おそらくこの馬が楽に逃げれると見ています。そうなると、高い期待値を出した得意舞台でもありますし、十分残れる可能性はあると思われます。期待値は下降傾向ではありますので、そこを踏まえて抑え評価としました。以上が、京都11レース、鳴尾記念の期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場11レース鳴尾記念の予想をまとめます。抑え評価日本ピロキーフ現在4番人気、エアサージュ現在6番人気、黒三角評価ヤマニンサンパ現在8番人気、丸評価ロードデルレイ現在1番人気、二重丸評価ディープモンスター現在5番人気。以上が京都11レースの予想になります。以上が今回の予想になります。もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。